おはようございます。あら、かなでちゃん、早いんですね。おはようございます、楓さん。大事な集合には早く来るようにしているんです。周りに自由人が多いので。自由に囲まれてるなんて羨ましいね、かなでちゃん。フレちゃん、真面目なこと組むことが多いから。しきちゃんは別だけど。東大元暮らし。いいえ、本当の自由は管理の中にこそある。そういう偶話かしら。仲がいいんですね。あら、仲の良さなら私たちだって負けてないわよ。ね、楓ちゃん。あ、みずきさん。そうですね。私たちの絆、見せてあげましょう。オッケー。じゃあ、いいお酒が飲める店選んでおくわね。かなでちゃん、負けてられないよ。私たちも乾杯しなきゃ。しきちゃん印の不思議なジュースの出番だね。たまたま事務所に顔を出したら、なんだかよくわかんないところに出くわしちゃった。お疲れ様です、プロデューサー。来たわよ。何かお仕事の話かしら。私たち2人をメインに据えた映画の撮影。あら、海外ロケ？行き先はフランスですか。いいですね。一心不乱に取り組めそうです。1日や2日の滞在じゃないみたいだけど、もう少し詳しく説明してもらえるのかしら。戻ってきた。皆の衆、かなでちゃんたちが戻ってきたぞ。楓ちゃん、楽しそうな顔してるわね。これは何かいいお仕事がもらえたんじゃない？はい、実は。いいないいな。オフランス、オフレちゃんも行ってみたい。きっと綺麗でセレブでおしゃれなんだろうな。そうね。どこかおすすめのお店があれば教えておいてくれると嬉しいわ。仕方ないな。かなでちゃんのお願いとあらば、108のフレちゃん三つ星グルメを教えてしんぜよ。ババーン。108もあったら逆に絞れなさそうだね。それにしても映画の撮影で海外ロケ、アイドルっていうか女優、かっこいいな。楓ちゃんとかなでちゃん、絵になるものね。海外の綺麗な街並みで撮ったら、それだけで映画でも写真集でもバンバン売れそうだわ。確かに楓さんはもちろんだけど、かなでちゃんもすっごく大人びてて綺麗だもんね。かなでちゃん19ぐらいだっけ？年の話なら17よ。え、17？ 待って、同い年？かなでちゃんも永遠の17歳なんだよね。違います。至って普通の17歳よ。というか制服着てるでしょ。いや、そこはなんかこう複雑なのかなって。そっか、かなでちゃん同い年だったのか。改めて大人だな。そんなことないわよ。私だって年相応に子供だわ。でも
ありがとう。ねえ、資料を読ませてもらったんだけど、向こうでは2人で部屋を借りて暮らすってこと？ええ、そうみたいなんです。私たちが演じる役が海外で同居することになったいとこ同士だそうで、その役作りを兼ねてってプロデューサーが。そうね、短い間だけれど楓お姉様のお世話になるわ。さーて、お世話になるのはどちらかしらね。水木さん、ひどいです。くすん。でも海外でしょ？楓ちゃんのことだから飲むじゃない？それはまあ仕方のないことですね。現地の文化を理解するのも役作りだと思いますから。奏ちゃん、楓ちゃんのお世話よろしく頼んだわよ。困ったらいつでもお電話ちょうだいね。ええ、もしもの時は頼らせていただきます。ありがとう、川島さん。実際奏ちゃんとのお付き合いは長くなりそうですもんね。ユニット活動のお話もいただきましたし。あら、そうなの？ってことは歌やライブも？いえ、それがまだ本決定じゃないらしくて、プロデューサーさんから妙な条件を出されたのよ。妙な条件？ええ、私と楓さんがお互いを信頼することができたらだそうよ。本決まりじゃなくて、その上そんな条件なんて、プロデューサー君にしては珍しいパターンね。それも含めての共同生活ってところかしら。ええ、おそらくは。楓さんと奏ちゃんなら何も問題なさそうだけどな。2人とも落ち着いててしっかりしてるし。まあ今あれこれ考えても仕方ないわ。プロデューサーさんに思惑があるのなら時が来ればわかるでしょうしね。ではプロデューサー、行ってきます。適宜連絡は入れるから安心して。フランスでの生活楽しんでくるわ。ええ、しっかり見てくるわ、楓さんのこと。はい、穴が開くほど見つめちゃいます、奏ちゃんのこと。それでは。さて、ようやく着きましたね。ここがこれからしばらくの私たちの家。悪くないですね。さすが街並みも綺麗だし。では一息ついたところで改めて奏ちゃん、よろしくお願いしますね。ええ、こちらこそよろしくお願いします、楓さん。楓さん、楓さん、起きてください。ももう少し。まだ大丈夫です。あと5分。枕を抱え込まないで。ほら、体を起こして。奏ちゃん？おはようございます、楓さん。まずは眠気覚ましにコーヒーでもどうぞ。ずるいです。
かなでちゃんも朝起きられない仲間だと思っていたのに。確かに朝が強い方ではないですけど、学校があるので生活リズムはそこそこきっちりしてますよ。ああ、学校。懐かしい響きですね。少し目が覚めてきました。初日からお世話をかけてしまいましたね。いいえ、楓さんの可愛らしい寝顔が見られて得したわ。そう言われると恥ずかしいですね。明日は早起きしてかなでちゃんの寝顔を見せてもらいましょうか。多分無理でしょうけど。それにしてもなんだか不思議な感じ。本当に2人での生活が始まったんですね。こうしてゆっくり話すのも随分と久しぶりですよね。ノクターンの時以来でしょうか。楓さんお忙しそうですから。名実ともにトップアイドルの一人、我が事務所が誇る神秘の歌姫。あまりおだてないでください。そういうかなでちゃんこそ活躍はよく聞こえてきますよ。歌って踊れて色気もあって周囲の面倒見もいい。実際にライブも何度か見ましたけどかっこよかったです。そう言ってもらえると光栄です。これはこの撮影も気が抜けませんね。どうかしましたか？さっきから気になっていたんですけど、フレデリカちゃんと話していた時みたいな感じで大丈夫ですよ。いえ、そう言われても。ユニット化の話だってありますし、何より一緒に生活する家族の役作りなんですから、気兼ねなくフランクに行きましょう。わかったわ。じゃあこれで。それで。さて、そろそろ現場に行きましょうか。今朝もかなでちゃんに起こしてもらって。はい、かなでちゃんとってもしっかりしてるのでつい甘えたくなってしまって、自慢の妹です。いえ、そんな。必死に繕っているだけのまだまだ小娘ですよ。そうみたいです。神秘の歌姫も寝顔は無防備でした。はい。楓とかなでが帰ったで飲みすぎた楓さんを連れて帰るのがこんなに大変だなんて。夕食後に飲み始めたのを止めるべきだったわ。ふかふかベッド。楓さん、せめてメイクぐらいは落としてから。でももう眠たくてダメよ。ほら起き上がって。まさかあなたいつもこうなの？いえ
いつもはもう少ししっかりしていますよ。でもせっかく叱ってくれる人がいるので。叱ってくれるってあなたね。でもそんなわがままさえ可愛げに見せるんだから、あなたずるい人ね。お褒めに預かり光栄です。なかなか楽しいものですね、二人暮らしって。なかなか前途多難かも。思ったより大変だわ、二人暮らしって。フレちゃんプレゼンツ魅惑のパリツアー始めるよま、さあさあ、最初はどんなところに行きたい？ショッピング？観光地？それともフレちゃんち？やっぱり美味しいお酒が飲める場所がいいですね。待って、お願いだから少しだけ待って。もう仕方ないな。なんだね、かなでちゃん。時間は有限。パリの夕日が沈んだら夜になっちゃうよ。なんでいるの？ひどい！かなでちゃんが毎日あんなにフレちゃんに会いたい会いたいって電波を飛ばしてくるから頑張ってきたのに。かなでちゃん、そうだったんですか？私ったらかなでちゃんに寂しい思いをさせて。いえ、まったく。事実無根です。はあ、とりあえず遊びに来たって認識でいいのかしら。プロデューサーさんはこのこと知ってるの？もちろんフレちゃんとプロデューサーは心がつながってるからね。いえ、いいわ。考えるのが面倒になってきた。それでフレちゃんツアーのプランは？なお、フレちゃんパリツアーは格安のノープランのみのご提供となっております。あ、それなら私行っておきたい場所があるんです。そりゃ絵があるわよ。美術館なんだから。明日はここで撮影なので下見を兼ねて、事前に雰囲気を知っていると安心できますし。なるほどね。そういえば映画の撮影なんだっけ？ねえねえ、その映画ってどんなお話なの？二人が夫婦になるお話って聞いたけど。夫婦じゃないわ。家族。姉妹が一番適切かしらね。フランスでファッションデザイナーとして暮らしている私のところに、いとこのかなでちゃんが留学生としてやってくる。二人で一緒に暮らすうちにお互いが抱えている悩みが見え始めて、支え合う家族になっていく。そんな感じのお話よ。おー、なるほど。全米が泣きそうだね。少なくとも全フレちゃんが泣いてあげる。それはありがとう。ま、楽しみにしておいて。うんうん、楽しみにしてるよ、妹キャラなかなでちゃん。妹キャラ？そうだ、実はね、かなでちゃん、なんと衝撃の新事実なんだけど、フレちゃんはかなでちゃんよりお姉さんなのだ。よしよし、甘えておいで。存分に可愛がってあげよう、愛しの宮本かなでちゃん。100万歩譲って妹だとして、
私がそんな風に甘えるキャラだと思う？わかってるよ。実は心の奥で甘えられる相手を探しているんだよね。だからほらカモーンかなでちゃんってば、待ってこうしているとかなでちゃんも可愛らしい普通の高校生ですね。いいものが見られました。さて私も、あら、あの絵。立ち止まってどうかした？ああ、あれは有名な絵よね。世界有数の美女。ええ、とっても綺麗な絵ですよね。だから少しだけ気になってしまって。額縁で切り取られた一瞬の姿、そのわずかな姿だけで有数の美女として見られ続ける。本当の彼女はどんな方なんでしょうね。楓さん？いえ、何でもありません。さ、行きましょうか。結局一日フレちゃんに振り回されたわね。でもとっても楽しかったですね。いい思い出になりました。それはまあ、そうね。一応後でお礼を言っておこうかしら。はい、お願いします。さて、かなでちゃん、まだもう少し元気は残っていますか？それは問題ないけれど、何かしら？晩酌なら外の方が。いえいえ、そうじゃないんです。台本を少し読み合わせませんか？実はまだ心情の解釈に迷っているところがあって、かなでちゃんが良ければ意見を聞きたいの。ええ、もちろん。ぜひ付き合わせてもらうわ。楓さんが広げた台本はメモ書きと注釈とがたくさん入った私のものと変わらない普通の台本だった。はい、すみません。よろしくお願いします。今日はいつもよりリテイクを出してしまって迷惑をかけてしまったわ。まあ、そんな日もありますよ。いいものを作る上でリテイクは避けて通れませんし、私たちは本職の女優さんではありませんし、私たちなりに全力を尽くしていればいいのだと思います。それはもちろんそうなのだけど、でもミスはミスよ。そこに言い訳はしたくないじゃない。かなでちゃんは努力家ですね。プライドが高いだけよ。嫌になるほどね。それはとっても素晴らしいことだと思いますよ。さあ、失敗は反省して、でも切り替えて明日からも頑張りましょう。はい、ありがとうございます。
ほとんどリテイクなし。さすがね、楓さん。偶然ですよ。演じやすいシーンが多いだけです。そうかしら。私から見ても楓さんの演技は自然でよくできていると思うけれど。どうでしょうね。私にはむしろ少し不安なんです。不安？ええ。自分で言うのもなんですけど、高垣楓の演技だからと思われている気がして、遠慮されているというか、高垣楓がやったんだからこれでいいというか、なんだかそう思われてる気がするんです。それはまあそうでしょうね。楓さんが合格点以下の演技をすることは少ないでしょうし、それに楓さんのスケジュールを考えると何度もリテイクを出すのも難しいでしょうから。それで妥協させてしまうのも嫌ですし、そんな風に高く見られてしまうのも嫌なんです。私はただ一人のアイドル、ここでは一人の役者です。歌姫の高垣楓なんてそんな人はいないんですよ。なんて困らせちゃいましたね。何でもありません。忘れてください。ただいま帰りました。酔った楓さんを連れて帰ってくることに少しずつ慣れてきている自分が恐ろしいわ。ほら、まずメイクを落として。私たちの二人暮らしもだいぶ長くなってきましたね。かなでちゃんのいろんな面を知れて私は嬉しいです。私のことも知ってもらえていると思いますし。いろんな面を知られてるなんてなんだか少し恐ろしいわね。矮小な私自身を見抜かれてしまいそう。そう思うのはかなでちゃんがまだ若い証拠かもしれませんね。大人になると自分を正しく見てもらえることに安心するようになりますから。そういうものかしら。年を取るにつれてありのままの自分を受け入れていくんです。自分に見合ったもの、見合った環境、その心地よさを知ってそれに満足していく。それ以上を求められても申し訳なくて息苦しくなってしまう。あら、高垣楓の本音。お酒が入っているとはいえなかなか衝撃的なこと聞いちゃったわね。もうかなでちゃんにも分かっているでしょ。私はただの一人の女性。お酒を飲めば醜態だって晒しますし、時々朝寝坊だってします。歌や演技だってきちんとレッスンをしてやっています。もちろんアイドルとして求められた姿には応えます。ですが本当の私をまっすぐ見てほしい。ありのままを見せる。それが私のアイドル像なんです。本当の私ね。確かに私にも少しあなたのことが見えてきた気がするわ。そう、本当の私。楓さんがそんなにその幻想を剥いでほしいのなら私が手伝ってあげましょうか。
そういえば今日は取材が来る日でしたね。ああ、そうだったわね。インタビューもあるんだっけ。ちょうどいいわ。ええ、そうなの。それに、そのおかげでいろいろ知ることができたわ。お酒を飲んだ楓さんは本当に手がつけられないとかね。そうだけどそうじゃないというか、他には朝はぐずるタイプだし、料理はおつまみばかりだし、いきなりダジャレを考え出すし。だからそうじゃなくて。ああ、言われっぱなしじゃありませんよ。かなでちゃんだって。かなでちゃんを怒らせた気がする？はい、そうなんです。直接何かを言われたわけじゃないんですけど、雰囲気がピリピリしていて。楓ちゃんが何かやったんじゃないの？酔って迷惑かけたとか。かなでちゃんと私を何だと思ってるんですか？その程度で怒らせてしまうなら初日でもう大激怒ですよ。ああ、なんというか、さすがね、楓ちゃん。まあ冗談はさておき、理由に何か心当たりはないの？心当たりと呼べるほどでもないんですけど、私の発言で怒らせてしまったのかなと思っていて。何言ったの？本当の自分を見てほしいと。ああ、楓ちゃんがよくこぼしてるやつね。それがなんで？かなでちゃんはなんというか普通の子なんですよ。大人びた雰囲気も綺麗な姿も冷静な言動も、きっとすごく頑張って背伸びをしてるんだと思うんです。だから楓ちゃんの発言が許せなかった。それか、そんなことを言える楓ちゃんに嫉妬した。そんなところかしら。はい、多分そうじゃないかと。それは難しいわね。互いの生き方と価値観だもの。どっちが悪いとかじゃないし。まあまずは正面から話し合ってみるしかないんじゃない？憶測で物を言ってもしょうがないもの。かなでちゃんがどう思ってるのか聞いてみるしかないと思うわ。そうですよね。ありがとうございます、みずきさん。頑張ってみます。かなでちゃん。あら、何かご用？なんだか最近かなでちゃんイライラしてますよね。それでその理由はきっと私にある。何でもないふりをしてくれてますけどわかるんです。二人でゆっくりお話をしましょう。不満も批判も隠さずに言ってくれればいいんです。私も悪いところを直します。だから誰も彼もが自分の本心を見せたいと思ってるなんて思わないことね。
それは。ごめんなさい。口が過ぎたわ。少し頭を冷やしてきます。勝手に憧れて、勝手に失望して、時期になって全部壊そうとして、何も壊せなくて。感情をぶつけて、自己嫌悪に浸って。まるで、三流恋愛映画に出てくる思春期の片思いみたい。惨めね、私。かなでちゃん。やっと見つけました。さっきの言い方はきっと、私が無神経でした。でも、かなでちゃんとお話がしたいんです。きっと私は、かなでちゃんを傷つけてしまったから。楓さんのせいではないわ。私は、自己嫌悪しているだけ。あなたに幻想を押し付けて、感情のままに動いた、愚かな自分にね。幻想？それって、どういう。ありのままの自分を見てって、あなたはよく、そう言うでしょ？テレビ番組でも、雑誌の取材でも。それを見るたびに、私は思っていたの。幻想ではなく、本当の自分を見てだなんて、そんなこと言えるあなたは、なんて傲慢で、憎らしくて。そして、憧れ、だったのよ。どうしようもなく。嘘ばかりついて取り繕った夜の美しさじゃなくて、日差しの下を堂々と歩ける、その美しさが、自信が、誇りが、ずっとずっと、私は欲しかった。でも、それは私があなたに押し付けた幻想。あなたを苦しめる仮面の一枚に過ぎなかった。そんなものにすがりついていた自分が情けないのよ。かなでちゃん。やっと、ようやくあなたと向き合える。あなたはただ本当にありのままを見て欲しかっただけ。幻想を押し付けられることに疲れてしまっていただけ。どんなに自分が普通だと主張しても、それさえ歌姫の意外で親しみやすい一面としてあなたの評価を上げてしまう一方通行の階段。あなたとっても苦労しているのね。同情しちゃうし、すごいとも思うわ。それでもアイドルとしての責務は果たしているもの。私は。さあ、もう戻りましょう。あまりここにいて体を冷やしたらよくないわ。この瞬間を私は待ち望んでいたはずでした。誰かが描いた幻想の美しく気高い高垣楓。その仮面が剥がれ落ちて本当の私を見てもらえる。そのはずでした。なのに、どうして今、私はこんなにも。待って、かなでちゃん。何かしら。一つだけ教えて。かなでちゃんはどうして嘘をつくんですか？ここまでの毎日で私にも分かりました。かなでちゃんは達観しているわけでも常に冷静なわけでもない。知っ
嫉妬心もあって負けず嫌いな普通の女の子なのに、どうしてそんな風に振る舞うんですか？どうして嘘をつき続けられるんですか？それは憧れたからよ。綺麗なものに憧れたの。私自身はそうなれないと分かってしまっても、それでもどうしようもなく憧れてやめられないのよ。せめて手を伸ばしていたい。たとえ嘘でも綺麗な姿でありたいの。だから痛くても苦しくても罪悪感にまみれても、それでも私は私が望んだ嘘をつくの。誰かの望む高垣楓はもう十分です。本当の私、誰の幻想でもないありのままの私を見てほしい、そう思ってきました。でも今、私は自分が望む高垣楓を作りたい。奏ちゃん、もう一つだけ教えてください。私はもう一度あなたの憧れになれますか？そういうところがずるいのよ、あなたは。きっとあれでよかったのでしょう。だってこうして私たちはかけがえのない家族になったのですから。長いようで短かったけれど、この部屋ともこれでお別れね。ええ、そうですね。目を閉じればいろんな思い出がよみがえってきます。振り返りながら軽く一杯。荷物ある程度まとめておきましょう。出発直前になって慌てるのは嫌だもの。奏ちゃんは本当に頼りになりますね。くすん。ま、こんなものかしら。帰りに事務所へのお土産を買っていかないとね。荷物がなくなると部屋の印象が変わって、私たちこの部屋に慣れていたんだなってそう思いますね。ええ、最初は正直不安だったし、途中いろいろあったけれど、楓さんとの生活悪くなかったわ。ありがとうございます。さあ、奏ちゃん、今度こそ少しお買い物に出ましょう。買い物って、ああ、そういうこと。グラスだけ荷物から出して仕方ないわね。付き合うわ。私は嘘つきだったみたいです。幻想を抱かれることに疲れていて、ありのままを見せたい、それが私の表現なのだとそう思っていました。けれど実際の私は失望される覚悟さえできていなかった。それはやっぱりあなたがアイドルだということでしょ。ファンの期待に応える、それはアイドルにとってなくしてはならない
一番の芯だもの。その結果、この撮影だって完璧にこなしてみせた。悔しいわ。私よりよっぽどあなたの方が綺麗に嘘をつく。いいじゃない。非力に見せて弱ったふりをして純情ぶって、自分でついた嘘さえ忘れてこれが本音だと言ってしまう。ああ、あなたって本当に魅力的な人。それは褒めてもらえたのでしょうか？ええ、もちろん。やっぱりあなたは私が憧れた高垣楓。奏ちゃん、本当は私にだってあるのよ。裸の自分を見せて楽になりたい。さらけ出して理解されて屈服したいっていう欲望が。でもプライドが邪魔をするの。本当に自分に呆れるわ。でもそれはきっとあなたも同じ。私もあなたも誰にでも肌を許すような安い女ではないでしょ。だからせめて着飾るのよ、美しい嘘を。いつか暴かれる日を待ちながらね。奏ちゃん、案外ロマンチストなんですね。ええ、そうよ。実は私、夢見る少女なの。まずはクランクアップとここまでの共同生活に乾杯。ええ、乾杯。本当を見てほしいと言いながら着飾りたくて嘘をつく。私たちはどこまでも面倒な女。ここでの毎日の中でいっぱい見られて見てしまいました。お互いが隠していた心と嘘を。ええ、あなたの弱さと怠惰は私が見ている。奏ちゃんの憧れと純情は私が見ています。だからこそ。ねえ、楓さん。はい、何でしょう？一緒に嘘をつきましょう。アイドルという美しい嘘を。私とユニットを組んでくれますか？ええ、喜んで。ユニット結成に新曲もゲットま、なんとか無事に収まってよかったわ。その説は本当にご心配をおかけしました。ほんとよ、もう奏ちゃんを怒らせちゃったんですって泣きついてきた時、気が気じゃなかったんだから。楓さん、そんなことしてたの？お恥ずかしながら。フレちゃんも奏ちゃんが心配で心配で夜しかぐっすり眠れなかったよ。うんうん、そうだよね。友達のことだもん。夜しかぐっすり。あれ？そもそもフレデリカ、私がフランスにいることをいつまで覚えていたのかしら。いやー、なんだか最近奏ちゃんと会わないなーって思ってたんだよね。フレデリカらしいわ。ありがとう。それはそれとして、新曲だよ、新曲。プリティーライアー、確かもうすぐお披露目なのよね。
はい。今日もそのために取材を受けることになっています。こないだ聞かせてもらったけど、超かっこいいよね。色気があるっていうか、クールで綺麗な感じで。あら、ありがとう。リーナの金銭にも響いたのなら嬉しいわ。その余裕のある返事。やっぱ二人とも落ち着いてて大人だな。正直ちょっと羨ましいかも。私落ち着きがないってよく言われるし。羨ましいだなんて。リーナちゃんはぜひそのままのまっすぐなリーナちゃんでいてください。そうよ。私たちこそリーナの正直で情熱的なところ羨ましいもの。みんな違っていいのよ。それが輝くからこそアイドルなんだもの。あ、取材の時間ですか。じゃあ行きましょうか。そうなんです。映画の役作りのためにフランスで。そうですね。私たちはお互いを見つめて、何より自分自身を見つめて、それで手を取り合えたんです。ああして一つの場所に押し込めて放っておかれたのが良かったんでしょうね。何もされなければ近づかないし、口を出されたら反発してしまっていたでしょうから。確かにそうかもしれませんね。めんどくさい女の歌よ。つまり私たちの歌なんです。だからぜひ聴いてもらえると嬉しいわ。私たちは精一杯嘘をつきますから。